こんばんは。迷子の高松智里役陽宮ひなです。こんばんは。迷子のちはやの役立石凛です。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。はいはい、このラジオが出ている頃には、今週末迷子センター出張版第3弾が行われるということです。まあ大阪嬉しいね。ね、嬉しいよね。しかも今回は出張が2回、そうだよね、2回あるっていうことで。そうね。いやー、前回すごい面白かったからな。確かにね、いろんなことあったからもう第3弾になるんですね。本当じゃん、第3弾。そうだよ。もう1回も2回もしてる。やってるよ。やばいそっか、やってますよ。そっかそっか、はい、もう1と2が全部ごっちゃになっちゃってた。そうか。3回目、皆さんはどういう風な想像されてますかね。でも大阪というか、まあ今まで関東圏でしかやってなかったから、関西圏の人は初めて来る人も結構いるんじゃない？じゃあ皆さんぜひ私たちの笑いをより盛り上げていただけたら笑いをそう笑いを私たちも一生懸命頑張るからそうね、一緒になって盛り上がっていただけると嬉しいです。はい、それでは迷子の迷子センター、今週も始まります。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、まずはこのコーナーからお届けします。ふつおたのコーナー。このコーナーではあなたの日常にあったいろいろな出来事をお便りでもらって紹介していきます。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。迷子に伝えたいエピソード、メッセージ、質問など何でもお待ちしています。それでは1通目のお便りです。はい、お呼び出しネームゆうさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。こん迷子。先日高級ホテルに宿泊したのですが、私が普段から宿泊しているホテルと違い、ベッドもふかふかで食事も美味しくて、たまにはいいホテルに泊まるのもいいなと思いました。迷子の皆さんは仕事でホテルに宿泊することが多いと思いますが、ホテルでの楽しみは何かありますか？ちなみに私はホテルに着くと必ず夜景を見るようにしております、といただきました。ありがとうございます。ホテル、なんかホテル前の方が楽しみじゃない？なんかホテル前、その地方とかに着いて、ご飯とか食べて、それが楽しみで、ホテル帰るともう別になんか着いたって感じかも、私。なるほど。私逆に、まあ知っての通り、ほんと出ないじゃんか。そうだね。一生ホテルいるよね。そうなの。私本当に、ずっともう室内にいて、まあもちろんライブ前だと、その声の調子もあるし、体力面も怖いから、もうずっとホテルでとにかく何にもならないように、するんだけど、それ以外のイベント系でもなんだろう。何してるの？ホテル結構長時間の時もあるじゃん。確かに長時間の時あるね。ベッドでゴロゴロしてる。それは普通に家でも同じ、家でやるようなゴロゴロの仕方なの？なんかホテルだからなんか特別にとかはあるの？逆にホテルだと声出しできないから、そうだね。そうだから準備っていうよりかは資料の確認したりとか、確認系かな、目を通したりとか、そういうのしてるかな。でも私ホテルに泊まって一番の楽しみは、お風呂に入ることっていうのも、家でもね、シャワーだけじゃないお風呂に入る時もあるんだけど、何がその大変かって、お風呂掃除をしないといけない、入る前に。そうでも
ホテルは入った後も掃除しなくていいし、まあそうだね。入る前も掃除しなくていいからやっぱねあれが一番いいなって思う。ああそうなんだ。そう。逆になんか家よりはさ、狭いことが多いじゃない。そのお風呂場って、海外とかだとまたね、違ったりするけど。確かに。それでもいいの？全然いいよ。いいんだ。もう疲れさえして。お家の方がいいってならないの？寝るのはお家がいい。枕とか？そう、枕もそうだし、なんか囲まれている感、落ち着く感がすごい。そりゃそうだよね。そう。でもタイお風呂においては、掃除しなくていいんだったら全然もうホテルでいい。そうなんだ。そう。逆にりんちゃんはやっぱりお家の方が良かったりする？まあ家の方が楽だよね。まあそうだよね。てかね、私ね靴で移動するのがめっちゃ嫌なんだよね。その部屋内も室内も靴じゃない、ホテルって。ちょっと待って。なんてこったい？靴脱いでる？脱いでるよ。脱いでます皆さん？嘘。脱がないの？なんで？だってちょっと待って、待って。めっちゃ驚いてるよ。あれって玄関っていうあれじゃないじゃん。そのホテルの室内に入ったら、靴脱ぎましょうみたいなスペースじゃないじゃん。なんか旅館とかはまた別だけど、玄関らしきところの、窓なりにさ、なんか、扉あったりね、お風呂入るとこ、そう、あれを線引きと考えて、あそこでもう靴は脱いで入ってたけど、みんな靴で上がってたの？スリッパでいらっしゃる。私裸足でいてた。スリッパ、せめてそのスリッパは何とも思わない。スリッパで移動するのは平気なんだけど、裸足はもう私はもう若干の潔癖があるので、待って、絶対に嫌で。だってみんなが靴で歩いてると思ってなかったんだもん。靴だよ、当たり前に。当たり前だったの？これ常識？基本靴か、スリッパで歩いて、だから私は結構ホテルのもう床は普通に外と一緒の感覚だから、それが結構ストレスなんだよね。なんかそれはそうだね。そう、朝起きてなんかまず一番にスリッパ探さなきゃとかさ、それが結構嫌なんだよ。じゃあ私さ、キャリーケースさ、玄関だと思っているところからは、もう頑張ってこう持ち上げて、コロコロ使わないようにして向こうで行って。無駄な努力をしてたんだ。知らなかった。こんなん誰にも教わらなくない？これみんないつ知るの？いつ知ったのかわかんないけど、これ私と同じように驚いた人いないかな？なんか結構それが平気で裸足で歩いてる人は周りにいるよ。なんか別にそれでも私は平気だからっつって、裸足でホテル内過ごす人とかは全然いるけど、知らなくては初めて会ったかも。嘘なんかよかった、このメッセージ読んで。本当これ一生知らないままだったかもしれない。いやまあ知らなくていいこともあるからね。ずるいよ。そりゃそうだよ、確かにね。知らないままで。だって知らなかったから平気だったわけだもんね。平気だったよ。もうだって今後は絶対靴履くもん。そうでしょ。スリッパは必ず履くよ。靴はまあどうするかはちょっと置いといたとしても、スリッパは履いた方がいいね。なんかいい勉強になりました。ありがとうございます。別の話になっちゃったね。はい、続きましてお呼び出しネームショーンさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。迷子のみんなは長旅するとき計画派、それとも気まま派？私はもともとめちゃくちゃ計画派で、出発前に電車の時間とか、観光スポットの滞在時間とか、レストランの予約まで全部決めてから行くタイプだった。その時はそれで安心してたんだけど、最近なんかそれが逆にしんどくなってきて、旅行してるはずなのにタスクをこなしているみたいな感覚になってきたんだよね。だから最近は絶対行きたい場所だけ決めて、あとはその日の気分でってスタイルに変えてみたら、なんか旅行って本来こういう感じだよなって思えてきた。迷子の皆さんはどんな感じで旅行計画立ててるのといただきました。い
やすごいね、滞在時間と、レストランの予約と、全部決めてっていうの、それもそれでそれをこなせていたのがすごいね。ちゃんとね、私多分もう着く時間から押していくタイプだから押してくんだ、余裕持って決めときはしないの？でも一人だったら起きれたら行こうってなる。あ、それはいいかもしれないね、確かにかな。私結構余裕持った時間帯設定をしておいて、プラスアルファ押してももうこれ省いちゃえばいいやぐらいの、計画の立て方をするから、逆に起きたらってなった時にさ、それはまあせめて夕方にはならないようにはしとくの？そんなに長く寝るタイプじゃないから平気だけど、でもなんかまあこんなに早く家出てもかとか思っちゃう。なるほどね。じゃあ友達と一緒に旅行行くってなった時どうする？もうまあ本当に関係性によるけど、ある程度は決めるかな。そうだよね。ここ行ってとか。ラーナちゃんとか多分決めとかないといけないし、決めてもなお絶対それ通りにはいかないよね。そうだねまあ確かに迷子のメンバーだとね、メンバーの中で一番誰が計画性を持つか、タキちゃんかソヨちゃんか。でもアノンちゃんも結構持ちそうじゃない？持ちそうだけど、でもアノン時間だからもう行くよとかは言われてそう。言われてそう。まだ見たいとか言って。それは言われてそうって言ってるのは多分タキちゃんだな。ソヨちゃんどっちなんだろう？計画持つかな？持ってくれそうだけどね。まあでも若干人任せなのかな。どうなんだろうね。ソヨちゃんちょっと難しいね。たまりちゃんは多分ずっとぼーっとしたい時にぼーっとするから、そうだよね。そう考えるとちょっとソヨちゃんがミステリーアスかもしれない。一人旅行とかどうやってるんだろうね。旅行ね、なかなか一人で行くことが確かにねめったにないからあれだけど、ちょっと皆さんもそういった想像で楽しんでみてはいかがでしょうか。このコーナーでは皆さんからのふつおたを募集しています。皆さんの何気ない日常のことを私たちに聞かせてください。たくさんのメッセージお待ちしています。ではこのあたりで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はよっちゃんお願いします。まずは楽曲リクエストのお便りを読ませていただきます。お呼び出しネーム鮭おにぎりの鮭抜きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。迷子の皆さんこん迷子春日陰迷子バージョンをリクエストします、この曲をリクエストした理由ですが、私は社会に出てからどこか世界で一人ぼっちだなと感じていました。しかし先日学生時代の友人から連絡が来て、久しぶりに会って話した時に、その友人は春の日だまりのように温かくて嬉しくて寂しい今だからこそ、友人があの日泣けなかった僕を優しく抱きしめてくれる光に感じました。その帰り道に聞いた春日陰が心に染みたので今回リクエストしました。友人は何年経っても大切だなと感じた瞬間でしたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは聞いてください。春日陰迷子バージョンです。
ても救いを求め続けた。切なくて愛しい今ならばわかる気がする。幸せで苦しいあの日泣けなかった僕の光は優しく冷たつよ。雲の上でキラリキラリ心満たしては溢れいつしか頬キラリキラリ熱く熱く濡らしてゆく君の手は通してこんなにも温かいのね。俺がどうかこのまま離さないでね。手を結んではほどきほどかれ誰しもがそれを喜び悲しみながら愛を数えてゆくことを確かめるように。嬉しくて寂しくて今だからわかる気がした。大切で怖くてあの日泣けなかった僕を光は優しく抱きしめた。お聴きいただいたのは春日陰迷子バージョンでした。なんか久々に聞いたかも。そうだね、毎回春日陰だけすごいなんだろう浮いて聞こえるんだよね。特殊というか、まあね良くも悪くもいろんなものがあるからね、いろんなものがいろんなものがあるからね、こう軽くは触れられないものというか。そうだね、すごい意味を持った曲だね。私春日陰の迷子バージョンとクラシックバージョンのレコーディング確か1週間おきで一回撮った記憶があって、もうほんとその時からどう歌い方分けましょうかみたいな。2回撮ってるんだもんね。そうしてて、懐かしいね。懐かしいすごく、まあでもねこうやって今でも聴いていただいて、いろんなものを感じていただけて嬉しいです。迷子センターでは私たちと一緒に聴きたい迷子の楽曲のリクエストもお待ちしています。あなたの迷子の推し曲教えてください。よろしくお願いします。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、続いてはこちらのコーナーをお届けします。本気のマイグッズ。このコーナーではあなたが大事にしているグッズや集めているグッズの理由やエピソードを紹介していきます。それでは1通目のマイグッズです。お呼び出しネームのっぽねるさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さんこんまいこ。家になぜかトートバッグがたくさんあります。ライブグッズでよくトートバッグが販売されていると思いますが、デザインがいいし何より普段使いできるじゃんとついつい手に取ってしまいます。これ結構あるあるなんじゃないですか？確かに。でも肝心の迷子バッグは持っていないので、今後機会があればチェックしてみます。またこれで一つ増えちゃいますね。わら。皆さんにもついつい買っちゃうものってありますか？といただきました。ありがとうございます。確かにね、ライブグッズ系ね。私は自制するようになったな。なんか何に？例えば T シャツとか、トートバッグもそうだけど、その買って満足して、マジで袋に入ったまま何もしないで、一生クローゼットにあるなって思ってから、で見返すことも別にないなって思ってどうしようってなっちゃったから、ちゃんと本当に欲しい絵柄とかだけにするようになった。な
なるほどね、私ねグッズ全部袋に入ってるの。出すの怖くってさ、でも確かに私は見返してるかもしれない。見返して可愛いって思って、その自キャラのグッズとかだとね、それはそうだけど、なんか好きなバンドのとか、そっか、そう意外と着ない T シャツは一生着なかったりするから。確かにそれはそもそもグッズじゃなくてもそうだよね。なんか鏡で試着して可愛いと思って買うんだけど、なかなかそれを普段使いできなくってみたいなね。そうなのよ。確かに T シャツとか特に普段使いできるものと、しづらいものがあったりするからね。そうだね、確かに。私はね、カプセルトイ、回すやつですね、やっちゃいがちなのね。流行ってるよね。そうなの。でもわかる、絶対店見かけたら入っちゃうもん。やっぱり、そうだよね、時間さえあれば。そうだよね。今何売ってるんだろうって思って見るし、あれって1ヶ月で新作って出てるんだよね。死ぬほど出てる。すごいよね、でもそれでもね売り切れいっぱい見るんだ。そうだね、回したいものなんか売り切れだったりすることがあって、だからそういうカプセルトイ屋さん見たら、売り切れのやつあるかなと思って見たりするかな。人気のやつマジで一瞬だからね。そうなの。でね、大体ね1回目回す、出る、2回目回す、同じのが出る、そしたら大体私の場合3回目回しても同じのが出るケース多い。そうなんだ。そうなの。傾向があるんだ。そう、傾向がある。だから3回か。そう結構きついね。きついの。だからね、もうね2回出てしまったら頑張って回さないって心に決めてたりする。そうね、だって400-500円するものもざらにあるもんね。そう、私が好きな、フロッキー素材のものはね、大体そのぐらいのお値段しちゃうから、やっぱそのついつい買っちゃうものにはちゃんとこう自我というかさ、このぐらい自分の中でこれは買って、ここまでは買わないみたいなのを決めれた方がいいよね。確かにね、ご褒美タイムとかは設けて、その時はねいっぱい買ったりとかもしていいと思うんですけど、なんか似てるけど、私はくじの方が引いちゃうかも。コンビニにある700-800円のくじはそうだめっちゃ引いちゃうかも。そうだよ、りんちゃん、もう忘れもしない。迷子センターのさ収録の時、でっかいフィギュアをさ、どうしたのって聞いたら、なんかさっきコンビニでくじ買ったら当たったんだよねって言って、そうなんか A 賞か B 賞か忘れたけど、なんかいい賞当たったのに、その箱が正方形の箱で、それが入る紙袋がないですってコンビニだからそもそも紙袋ないし、そうだね、ビニールの大きい方でも入りませんってなって、じゃあどうしたら手で持って帰っていただくしかって言われたからわかりましたそうすいませんっつって、生身のフィギュアを迷子センターのところにね持ってきて、マイセンのスタッフさんに袋をもらいました。優しい現場でしたそんなこともありましたね。なんかやっぱ引いちゃうな自分の好きなキャラとかだったら。そうだね、今度引くときは袋持っていかないとだね本当に。でも、ついついだからね。そうだね、ついつい、まさかないのよ。そうだよ、まさかそんなものが当たるなんて思わないもんね。はい、では続きまして、お呼び出しネーム真ん中のマーカーさんからいただきました。ありがとうございます。私は本のしおりを集めてしまいます。あるあるだと思いますが、私はずっと前から集めているので、こんなに集めて何するのと友達に言われるぐらいです。でもしおりは本に挟む以外にも使えるし、人に貸すことだってできるからねと友達には言っていますといただきました。ありがとうございます。本に挟む以外って何するの？いやー、これがさ、すごい言葉では説明するのが難しくって、私はすごい真ん中マーカーさんの気持ちわかるなと思って、私もねこうしおりとか、あとはバッジ、ブローチとかバッジとか、なんかそういうの集めたりするの好きだったりするの、で別に
何に使うとかじゃないの、私はなんだけど、なんかこう集めたい、いろんなものを持ってたいみたいな、で見返してなんか癒されてるのかな、何なんだろう、どうなっていいのかがわからないんだけど、でも楽しいんだと思う。それがなんかね、ブローチとかはわかるけど、でもなんかしおりは本買った時にもう最初についてる広告のしおりみたいなのあるじゃんあるね。全然あれでいいなと思っちゃうな。まあその使うっていう点ではね、いいなって思うけど、それとはなんかなんだろうな、また別というか。へえ、そうなんだ。缶バッジとかもさ、同じ絵柄を集める人たちもいるじゃんか。そうだね。そうみたいな。でもさあれはさ、なんかバッグを作りたいとか目的があるじゃん。そっか、じゃあそれで言うなら多分もう集めるに目的があるんだと思う。コレクションなんだ。そうだと思う。なんか最初の用途とは別のところで、もう集めるっていうところにあるんだと思う。なるほどね。なんかお洋服とかもさ、別にこう全部を着るわけではないけど、なんかこう買う人だっているじゃんか。そうなんだ。何で例えたらいいんだろう。何で例えたらいいかな。着そうだけど、なんだろうね。服は着るよね。まあでも靴とかもなんかね、そんなにいらんレベルのやつはあるよね。靴こそそんな服ほどは買えなくていいじゃん。確かにね。スニーカー好きな人とかって無限に集めてたりするから。そうなんだと思う。じゃあやっぱ集めるに目的があるのかも。しおりの場合は。そうなんだ。ごめん、もしかしたら真ん中マーカーさんが違う理由かもしれないんだけどでもなんかいいね、おしゃれで、ね、いいよね。このコーナーではあなたのグッズにまつわるエピソードを募集します。誰にも言ってないけれど実はこんなものを集めているんです、すごく気になっているものがあってこれの情報が欲しいんです、などなど、あなたの本気のマイグッズを私たちに紹介してください。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。よろしくお願いします。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター、今週もエンディングの時間がやってきました。いやー、私としてはもうそのホテルの話が衝撃的すぎてコーナーごとにさ一回切るじゃんか、収録を。もうそのためにさ、じゃあ歩いてた時もみんなあれ土足で歩いてたのか。衝撃だよね。別にそれが平気なタイプではない。別に平気じゃないよ。平気じゃないんだ。平気じゃない。分かってたならばスリッパ履くとか思うしだからもうよかったよ、知れて。でもさ、海外はなんかもう最近はあれだけど、お家もさ土足なところあるじゃん、なんかそんな感じ。ホテルもなんかホテルって人様の部屋みたいな感じに考えちゃってていやでもだから募りたい、アンケートを取りたいです。もう本当にみんな知ってたのかみたいな。私からしたら少数派だったことの方がもう衝撃なんですよ。絶対少数派ではあると思うよ。嘘だ。でもどこで習ったかって言われたらわからないそうだよね。知らんうちに知ってはいたけど。なんかお箸の持ち方とかだったらさ、お母さんから習うじゃんか。ホテルでの過ごし方なんて誰からも習わないじゃんか。だから、みんなに聞きたい。もうそのちっちゃい頃に、親と泊まったホテルとかで見て学んでたのかも。その時和室だったかもしれない全部そう全和室、多分全和室だったと思う。それはいいねいい旅をしてるねそうかもしれない。そっか、全部温泉旅行だったんだね。でもそうかも。温泉は必ず入ってたかも。そうなんだ。いやだから珍しかったんだ。皆さんよかったら送っていただけると嬉しいです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。
私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。迷子サードアルバム地平線が7月15日水曜日にリリースされます。数量限定生産特装版ブルーレイ付き生産限定版には昨年12月に開催された迷子エースライブ思いの形が積もる時の映像が収録されます。皆さんぜひチェックしてみてくださいね。また5月9日に大阪、8月8日に埼玉にて迷子センター出張版第3弾今の継ぎはぎが開催されます。現在チケットが発売中ですのでぜひチェックしてください。さらに7月18日19日にはピアアリーナ MM にて迷子ナインスライブつなぎ目の向こうにが開催されます。こちらはチケットプレイガイド二次選考が受付中です。お申し込みお待ちしております。さて迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどん投稿してください。今週のお相手は高松智里役陽宮ひなと千早の役立石凛でした。それではまた来週。以上迷子でした。バイバイ。